皆さんこんばんは、さえらです。今回は Tales of Arise でアクセサリーのスキルは重複するのかの検証をやっていきます。まずは第1弾としてダメージにのみ絞って確認しようと思います。このチャンネルは新作ゲームで攻略に役に立つ情報や難易度の高い謎解きなどを紹介するチャンネルです。この機会にぜひチャンネル登録お願いします。アクセサリーですが、ストーリーの途中からスキルの移植っていうのができるようになります。これで自分オリジナルのアクセサリーっていうのを作ることができます。ランク5のアクセサリーが作れるようになると、いろんなスキルがついてくるようになります。で、その中で今回はダメージに特化して、今画面で見えている通り攻撃力プラス60、こういうようなスキルに特化してセットした時どういう風に変わるのか、あとはこれらを複数つけた時に重複するのか、こういったものを検証やっていこうと思います。その上で、どれが一番いいのかっていうのも計算式出しながら確認していこうと思います。今回はダメージっていうところで実際に与えたダメージの数値が出てくるので計算式とかいろいろ出てくるんですが、まず前提知識としてこれ事前に検証したんですけれども、Tales of Arise ではダメージは固定になっています。カウンターなのか、通常なのか、クリティカルなのか、攻撃の何撃目なのか、そういう要素でダメージは変わるんですが、条件が一緒だったら必ずダメージは一緒。そんな感じになっています。よくあるゲームで、例えば100から110の間でタイミングによってコロコロ変わるランダムみたいなゲームあると思うんですが、そういう要素はないっていうことですね。それを踏まえてダメージを確認してもらえればと思います。まずは物理の確認です。アルフェンの豪破山っていう技を使ってアクセサリーを装備しない状態でダメージの確認をしていきます。ステータスはこんな感じです。最初なのでランダム要素ないっていう確認のために10回繰り返してダメージを確認していきます。それでは移していきます。このような感じでした。実際は通常かカウンター、この2種類のダメージが出てるっていう感じですけど、それぞれのダメージの中ではランダムにはなっていないっていう感じです。通常ダメージが 19,125、カウンターで 3601、こんな感じでした。カウンターの倍率はすごい高いんですね。この2つを基準としていろいろ確認していこうと思います。次にフィートマークを装備して確認していきます。これは攻撃力は 15% 上がるっていうもので他のスキルはついてない状態です。ステータスはこのような感じになっています。アクセサリーなしの状態が849だったので攻撃力が純粋に 15% アップしてる、そんな感じですね。それでは通常とカウンター表示していきます。こんな感じでした。通常ダメージが 21,986、カウンターで 35,178 でした。相手の防御力とかがあるので単純ではないんですけど、ほぼ 15% 上がってますね。初期の敵なので防御力低いっていうところでダメージがほぼ 15%、 そのまんま乗っかってるっていう感じになっています。続いてフィートマークに攻撃力プラス60をつけた状態で確認していきます。他のスキルついていますが、これはダメージに関係ないので無視してください。装備なしが849、フィートマークのみが976、今回が1045ということで、計算式は先に攻撃力プラス60を足し算してから最後に 15% アップ。そんな感じになってますね。計算式はこんな感じです。それではこれで確認してみます。こんな感じです。通常ダメージが 23,540、カウンターで 37,665 でした。
これも順当に増えていってますね。続いて攻撃力プラス60を一気に4つ全部つけてみました。ステータスはこんな感じです。やはり先に足し算をしてから15%アップっていう計算になってますね。計算式はこんな感じです。それではこれで確認してみます。こんな感じでした。通常ダメージが 28,204、カウンターが 45,126 でした。最初を考えるとだいぶ上がってますよね。あとはカウンター入れた時のダメージの増加量っていうのがすごいなっていうのはありますね。おそらくカウンターも乗算、掛け算になってると思います。2つ分かったことがあって、攻撃力プラス60っていうのは重複しますっていうのが1つ。もう1つは攻撃力のパーセントっていうのは最後に掛け算されるっていうことが分かりました。今度はバトルマニアで試してみます。この効果は敵の数が多いほどダメージが増えるっていうものです。敵1体につき 5% アップなので2体だったら 10%、3体 15%、そういう計算になるかなと思います。こちらで確認していきます。このような感じになりました。フィートマニアの 15% アップとは別で、さらに敵の数 ×5% アップっていう計算になってますね。これは結構大きいですね。それぞれが掛け算になっているっていう感じです。あと細かいですが小数点以下の計算出てきたんですが、これは四捨五入になってるみたいですね。それでは今度一気にバトルマニアを4つ全てつけてみます。装備してみました。ステータスはもちろん変わらずっていう感じですね。こちらが重複したら結構なダメージになるんじゃないかなと思います。では戦ってみます。このような感じになりました。バトルマニアも重複するんですね。1体につき 20% のダメージアップ、こんな感じになるので、敵がもし5体出てくればダメージが倍ってことですね。これはめちゃくちゃ強いです。攻撃特化であればバトルマニア4つがいいんじゃないですかね。ボス戦のような単体の敵を相手にした場合は攻撃力プラス60を4つつけた方が強いっていう結果なんですが、ただこれはあくまでもベースの攻撃力が現状こうだからっていう結果でしかありません。今後攻撃力が1200を超えてくるようだと敵1体相手にしてもバトルマニアの方が強くなります。今後を見据えてもバトルマニアにしておくのがいいかなと思います。余裕がある人は両方作っておいて付け替えながら戦うっていうのもありかもしれないですね。これで物理攻撃力の検証は終わります。続いて属性攻撃力の確認をしていこうと思います。リンウェルを使って水球、これのダメージを確認していこうと思います。先ほどと同じように一つ一つ検証していくと時間が長くなってしまうので、細かい部分は省略してアクセサリーの装備なし、マジックマークの装備あり、属性攻撃力プラス60を4つ装備を1回、バトルマニア4つを装備1回、この4パターンで確認していきます。バトルマニア4つは敵3匹のみで確認していこうと思います。このような感じになりました。バトルマニア圧倒的ですね。敵3体巻き込んでいるので若干増えてるっていうのはありますけれども、それでもアクセサリー装備してない時と比べて倍までいかないですけどかなり上がってるっていう感じです。
リンウェルは属性攻撃力がすごく高くって1200を超えています。なので敵が1体であっても属性攻撃力を4つ重ねるよりバトルマニア4つ重ねた方が強いっていう感じになっています。これで属性攻撃力の検証も終わります。物理と属性で検証してみましたが、どちらも同じ結果でしたね。攻撃系のスキルは重複する。そしてバトルマニア4つ重ねるのが一番強い。という結果になりました。今回の結果どうだったでしょうか？感想あればコメントで残してくれると嬉しいです。反響があればそれ以外のスキルについても検証をやっていこうと思います。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ベルマークお願いします。私たちもたまに出るので見てください。